Est-ce que tu es prêt, Yosuke? Quoi? On y va? Ouais. C'est cool. What is this? This is mine? Yes. Oh my god. Merci beaucoup, pas de problème.これ見て。ねえ、カメラ。あれめっちゃ。はい。すごいね。届いたね。キャメラが。ちなみにカメラの価格知ってる？だいたいカメラだけで100万ぐらいです。ちなみに届いたのは郵便局じゃなくて近くのグロサリーショップに届いたっていうね。どこから？スウェーデン。え？スウェーデンから届きました。日本のカメラメーカーさんじゃなくてスウェーデンのカメラメーカーさんから届きまして、日本にじゃなくて今滞在中のフランスに届けてもらいました。いや、届くかどうかねちょっと不安だったんですけどちゃんと届きましたね。本当は届かない予定だったんですよ。で、じゃあちょっとこのスケジュールは厳しいから違う企画やろうと思って前キャンプの動画とかやったんだけど、なんと内藤さん滞在中に届けられそうですという連絡がありましてパリに届けてもらいました。ありがとうございます。もうスウェーデンといったらもう皆さんメーカーしか思いつかないと思います。というわけで開封していきましょう。というわけでですね、先ほども開封したんですけども、ついに私の手元にですね、ハッセルブラッドからカメラが届きました。で、今回ね、送ってもらったカメラというのはこちらなんですね。こちらがですね、ハッセルブラッドの X2D2100C でございます。で、こちらがですね、レンズなんですけども、こちらのレンズがXCD35-100E というレンズでございます。で、ちなみに僕ね、人生初の中盤ということでめちゃくちゃ興奮してます。で、今日なんですけども、今日はですね、ちょっと撮影する時間がないので、明日朝一でマルシェに行くので、その様子をですね、写真に撮ってきて、そちらをですね、ご紹介したいと思います。これからですね、パリの生活もありますし、ワイフ内藤さんの展示会もありますし、パリの後にですね、イタリアにも行くんですよ。その時にですね、こちらのハッセルブラッドを持って撮影していきたいと思いますので、その様子もですね YouTube でご紹介したいと思います。今日のメインとしてはどんなカメラなのか、そしてハッセルブラッドって一体どんなカメラメーカーなのかっていうのをですねご紹介していきたいと思います。
そもそもハッセルブラッドって何って話だと思いますし、僕はね、カメラ好きなんでハッセルブラッドの存在はしてましたし、いつかね使ってみたいカメラだったんですよ。でこのハッセルブラッドについてですね、軽くご紹介していきたいと思います。一応ねこれ紹介しておくと、内藤さんって中盤使ったことありますみたいなねお話をいただいたんですよ。いや僕実は使ったことないんですって言ったら、もしよかったらハッセルブラッドのカメラ使ってみませんかっていうねオファーいただきまして、そりゃねやってみたいなと思いまして、今回オファーを受けました。ちなみにこのカメラとレンズとってもお高いです。はい。ちなみに動画は撮れず写真のみでございます。今ですね一般的に販売されてるカメラって基本的に動画性能ついてますよ。お高いにもかかわらずなんと写真しか撮れないんですね。なぜ写真しか撮れないこのハッセルブラッドのカメラとレンズはこんなに高いのかと、果たしてその価値に見合ったものが撮れるのかとか、その価値とは何ぞやと今回ですねお話ししていきたいと思います。そもそもねハッセルブラッド名前は聞いたことあるけど、どんなメーカーかってねわからない方もいると思うんですけども、これハッセルブラッドって1941年スウェーデン生まれでございます。もう80年以上歴史のあるブランドなんです。1969年に人類が初めて月に立ったアポロ計画、月面で撮った写真、そうあれ全部このハッセルブラッドのカメラで撮られているんですね。 NASA が世界中のカメラをテストした上で月に持っていくカメラはハッセルブラッドだと決定したんです。人類の歴史的瞬間を記録するというですね、とんでもない信頼を背負ってきたメーカーなんです。写真のみしか撮れないのにもかかわらず、なぜそんなに高いのかと言いますと、スウェーデンで職人が手作業で組み上げる、大量生産のカメラとはですねそもそも考え方が違うんですね。カメラ界の立ち位置でいうと僕はもう最高峰のカメラだと思っています。ハッセルブラッドの僕のイメージというか、そのブランドイメージとしては、時計でいうね、なんだろうな、ロレックスとか、車でいうと、ポルシェみたいな立ち位置じゃないかなって僕は思うんですよ。それだけ技術であったりブランド力があるカメラメーカーじゃないかなとは思っています。カメラ選びの中で皆さんがですねやはり選ぶ基準としてはセンサーサイズっていうのがですね基準になってくると思うんですけども、その中でフルサイズであったり APS-C ってねよく耳にすると思うんですよ。でなかなかねこの中盤ってね聞き慣れないと思うんです。中盤扱ってるメーカー自体がまず少ないっていうのもあると思うんですけども、その中でですねハッセルブラッドはこの中盤っていうのを扱っているメーカーなんですね。逆に言えばですね中盤といえばハッセルブラッド、中盤のですね代表格になってると思います。でハッセルブラッドがね扱ってるカメラでいうと大きく分けて2つあるんですね。で今回紹介するのがこちら、普通のですねミラーレスカメラと同じように撮れる X システムというものと、もう一つはですね V システムというものがありまして、これはですね後に語るんですけども、もうロマンの塊のカメラがあるんです。共にですね中盤カメラというですねその2機種をメインで販売されているメーカーになります。で実は今回この X2D2 ともう一個でも名前がね全く覚えられないんですけど 907XCFV100C っていう V システムっていうのがあるんです。もう本当にね、ロマンの塊みたいなカメラがあって、その2台、どっちを選んでいただいてもいいですって言われたんです。マジかと。で最初僕はそっちを選んだんですよ。その 907X について話しますと、この四角のキューブみたいな形のね上から覗き込んで、もう昔ながらこのウエストベルトって言って、ここでこう持ってこうガチャってこのボタンで撮るっていう中盤カメラなんですけども、さらにですねこの後ろのデジタルバッグっていうのを外して昔ながらのハッセルブラッドのカメラに取り付けることができるんですよ。とんでもないねロマンの塊のカメラなんです。最初はねもうこれにしようかなと思ったんです。あともう圧倒的に軽くてちっちゃいからめちゃくちゃ持ち運びが便利だっていうことでもうこれにしようと思ってたんですが、結局レンズ選びになって、今回フランスで撮影するって決めてたんで、そうなってくるとレンズ何にしようかなとは思ってたんですが、 55mm のレンズにしようっても決めてたんですね。決めてたんだけどやっぱりこっちのね後から説明するんですけど、このレンズやっぱり 35mm100mm っていう、中盤なので、フルサイズ換算だとだいたい 28mm75 ぐらいのズームレンズなんですよ。旅行で撮影するとなると単焦点1本よりもやっぱりズームレンズの方が圧倒的に撮影しやすいなっていう風に思っ
てもうこのレンズにしようと思ったんですね。これを選んだ時点でその 900-7X との組み合わせはかなりですねアンバランスになっちゃうんですよ。なぜならレンズがめちゃくちゃ大きいから。ってなるといろいろ考えました。私も後からこの性能の説明もするんですけども、圧倒的に性能だけで言うとこちらのカメラの方が性能がいいんですよ。なので僕はロマンを選ぶのか実用性を選ぶのか、本来だったら男だったらロマンを選びなさいよってところなんですが内藤は実用性を選んでしまったっていうね。僕はねもうこのカメラを選んだんでこのカメラの説明をしていくんですけども、その900-7X との違いとしては、オートフォーカスの性能であったり、あとですね手ブレ補正の性能でいうともう圧倒的にこちらの方が性能が高いんですよ。で旅で建造物だけを撮影するわけじゃなくて被写体がね、妻であったりするので、そうなってくるとですねやっぱり手ブレ補正であったりそのオートフォーカスの性能を考えた上で僕はこちらを選んだっていう形ですね。で僕昔のハッセルブラッドのそのフィルムカメラっていうのを持っていないので、持ってたら僕は 900-7X にしてたと思うんですけども、持ってないんで今回はこちらにしました。今回はっていうとちょっと含みがあるんであれですけど、ロマンよりも現実を選んでしまったってねちょっとネガティブな感じに聞こえるかもしれないんですけども、いろんな理由があってこちらにしたんですね。というわけで、こちらのですね性能をですねご紹介していきたいと思います。そもそもですね中盤カメラって何かねっていうね方もいると思うので、そちらのですねご説明をしていきたいと思います。今もうフルサイズとか APS-C 主流だしそれじゃダメなのかっていうね話だと思うんですよ。僕はね別にフルサイズがいけないとか APS-C がダメだとかじゃあ中盤が優れてるっていうわけでは僕はないと思っているんですけども、でもその中でもじゃあ中盤ってなんで憧れの存在なのかとか、なぜ中盤を選ぶのか、フルサイズであったり APS-C 機はたまたマイクロフォーサーズと何が違うのかっていうですね、軽くなんですけどもねご紹介していきたいと思います。中盤カメラって簡単に言うとこのカメラのですね、心臓部このセンサーの部分っていうのが僕が普段使ってるこのカメラもそうなんですけど、それフルサイズっていうねサイズになります。そのフルサイズのセンサーの大きさよりも圧倒的に大きいんですよ。サイズでいうと約 1.7 倍ぐらいの大きさになります。めちゃめちゃでかいやんっていう話だと思うんですけども、このセンサーが大きいといろんなメリットがあるんですよ。シンプルにですね光をたくさん取り込めることができるので、そうすることによって写真の情報っていうのが桁違いに増えるんです。分かりやすいところで言うと窓の大きさで例えるといいと思うんですけども、窓がちっちゃいよりも大きい方が光がですねたくさん入ってくると思うんですね。センサーも同じで大きいほどですねたくさん光を取り込むことができるんです。たくさんですね光を取り込めることによって明るい部分であったり暗い部分の情報っていうのもしっかり入ってくるので、実際ですね写真に落とし込む際に明るい部分から暗い部分まで、再現する際にですね余裕を持って再現することができるんです。このセンサーサイズが大きいことによってボケであったりグラデーションが綺麗に出たりとかすると言われていますね。一概にですねセンサーサイズが大きいからいいっていうわけではないんですけども、そういったですねメリットがあります。ただですねこのセンサーサイズが大きくなればなるほどカメラサイズというのもですねどうしても大きくなるんですね。当然センサーサイズが大きくなるのでそれに合わせてカメラのボディっていうのも大きくなっていくんですよ。プロがですねスタジオで三脚に立ててガチャッとでかい形で、本格的に撮るものだったんですよ。重いしでかいっていうねイメージはありました。どうしてもね気軽に持って撮影するのは難しい機体なのかなっていうのが僕のイメージなんですけども、その常識を変えたのが僕はこのハッセルブラッドじゃないかなと思っています。で、結局ですねこの X2D2 どんなカメラなのかっていうのをですね紹介していきたいと思います。まずはですね画素数が半端ない1億画素というねとんでもない画素数を搭載している中盤カメラなんですね。画素っていうのがそのセンサーの中に、細かくですねマスになってるんですけども、でこのコマ数が大きければ大きいほど細部まで撮ることができるんです。例えばなんですけど広く撮って後からですねトリミングした部分、こういった写真、こういったことがですね
できちゃうんですよ。細部まで情報が残っていればよりですね滑らかに残っているので、その画像が使えたりとかっていうことがあるんですけども、これ画素数がちっちゃいとこのガタガタになっちゃうんですね。もちろんですね写真っていろんな撮り方があると思うし、撮影する時にもバチッと構図を決めて最初にパチッて決めて撮るっていう撮り方をする方もいると思うんですけども、僕結構スナップで撮影したりすることが多いので、後からですねトリミングしたりとかすることも多いんです。なので、心に余裕を持って撮影できるカメラじゃないかなと思います。あとはですねポスターサイズであったり等身大パネルとかあるじゃないですか。大きくですね引き伸ばした時に画素数が多いと、劣化しにくいって言われてるんですね。例えばですね、展示するものであったり印刷する時は画素数の大きいもので撮影した方がよりですね精細に印刷ができると言われています。画素数が多いとデメリットもあって、画素数が大きければ大きいほどやはりですねデータ量っていうのも増えてくるので、そのあたりはですね一長一短なのかなとは思いますね。あとねダイナミックレンジがねめちゃくちゃ広いんですよ。 15.3 ストップでございます。逆光で撮影するとよくわかるんですけども、どうしても逆光で撮影する時って、人が黒つぶれしちゃうか、もしくは人をねしっかり撮るためには、空であったり背景が白飛びしてしまうってことが結構あるんですけども、その両方のですね情報をしっかりね残してあげることができるんです。他のメーカーとやっぱり違うっていうのはもう中盤に特化していることと、もう一つはですねやっぱりね色じゃないかなと思います。これ僕のイメージで、もちろんカメラメーカーいろいろですね色味であったり、メーカー特有の色というかがあるなとは思ってるんですけども、僕はですねこのハッセルブラッドさっきねちょっとだけ使ったんですけども、実際色で見ると本当に人の目に近く映せるカメラだなと思いました。それがですねいわゆるハッセルブラッドナチュラルカラーソリューションというですねシステムなんですけども、この色再現性というか自分が実際見た色を再現してくれるカメラだなと思います。そのあたりをですね徹底的に追求してるカメラじゃないかなと思います。基本的にはですね僕今まで使ってきたカメラ、ソニーとかキヤノンとか他のカメラメーカーも使ったことあるんですけども、基本的にはやっぱりレタッチであったり編集を前提としたものが多いんですよね。このハッセルブラッドっていうのは、取っ手出しでも本当に十分綺麗にと言いますか、もう取っ手出しが一番僕はいいんじゃないかなって思えるぐらいナチュラルなカラーで撮影することができますし、色再現性っていうのがね抜群のカメラだなと思います。あとはオートフォーカス、ここに関しては僕はさっき使って思ったんですけども、今まで僕ソニーのカメラとか使ってきてるんで、どうしてもねそこと比べるとやっぱりちょっと甘いなっていうところはあるんですけども、中盤この広いセンサーの中でこれだけオートフォーカスの性能が高いっていうのは素晴らしいなと思いました。ここの部分にライダーっていうレーザーをこうピッて放つところがついてるんですよ。これがあることによって基本的に通常のカメラのオートフォーカスを合わせる時ってこう被写体を認識して、それに対してフォーカスを合わせるんですけども、このライダーがついてることによって被写体との距離でフォーカスを合わせてくれるんですね。これどういった場面でよく使われるかというと暗い場所なんですよ。暗い場所だとどうしても被写体を認識するのが難しいじゃないですか。そうするとですねピント合わせって結構迷っちゃったりするんですけども、このライダーっていうですね、レーザーを搭載することによって被写体との距離でピントを合わせてくれるんですね。なので夜でもですねかなりピント合わせっていうのは得意だなと思いました。しかもですね人だけじゃなくて動物であったり乗り物もですね自動で追いかけてくれるっていうね機能もあります。この辺りはですね今出ているカメラメーカーと同じような機能が搭載されております。先ほどね僕が迷ってた 907X ってあるじゃないですか。あれにはですねライダーっていうのがついてないんですよ。なのでオートフォーカスの性能だけで言うと、こちらのですね X2D2 の方が優れてます。で僕がこの X2D2 を選んだ最大の理由が手ブレ補正なんですよ。手ブレ補正はですね5軸の10段なんです。で 907X に関しては手ブレ補正がですねないんですよね。これはねなかなかこの被写体を追ってとか歩きながら撮影っていうのはめっちゃ難しいと思います。相当シャッタースピードを速くするかってことになっちゃうんで、もう立ち止まってちゃんと止まってガシャってしっかり脇を押さえながら
撮影するっていうスタイルだったら 907X っていいと思うんですけども、そうするとやっぱりレンズのサイズが大きいとやっぱりそれだけですねバランスも悪くなるので、撮影っていうのもですねかなり技術が必要になってくるんですよ。だからこうパッと撮影するっていうのはあのカメラは難しいなと思うんですけども、よりですね時間をかけて1枚の写真に対して時間をかけて撮影するんだったら、907X でもいいかなとは思いました。なかなかね夜パリで三脚なしで撮影するってなるとほぼあのカメラだと無理だなと思ったので、僕はこちらにしたんですよ。次の動画ではですね、夜撮影してきて、手持ちでシャッタースピードを落とした状態で撮ってる写真をですねご紹介したいと思います。であとはね1億画素になってくるとデータ量っていうのがものすごい大きくなるんですよ、1枚あたりに。もちろん JPEG でも大きくなるんですけども、やっぱり撮影するからにはローで撮影して後から軽くね編集するっていうのはあるんですが、ローになってくると1枚あたりのデータがどうでしょう、1枚200メガぐらいなのかな、とんでもない大きさになっちゃうんですよ。そうなってくるとメディアがねかなり大事にはなってくるんですけども、CFX タイプ B が入るのかななんですが、メディアなくても内蔵にですねなんと1テラの内蔵 SSD が入っているので爆速で書き込んでくれるんですよ。なので連写してもですね問題なく記録してあげることができます。はい、というわけでですね、マルシェに行って撮影していきたいと思います。というわけで今からですねマルシェに行きます。とりあえず作例をねまず取りに行きましょうね。よし OK。 あれすごい格好してます。行きましょう。行きましょう。かわいいですね。はい、メイトです。メイトです。初めてのハッセルブラッドでおお。感触がいいね。押したんですけどシャッターちょっと鳥肌が立ちましたね。おお。そこまで重たくないかも。そうなんだ。なんか想像してたより、ただね使い方がまだ全く分かってないんで、一応オートですんでちょっと絞って、いいね。オートフォーカスもかなりいいですね。瞳オートフォーカスもしっかり入るんで、ちょっと一回カメラそれ下げてもらって、はい行きます。ちょっと待ってください。ワン、ツー、スリー。素晴らしい。これはちょっとねパリ市内撮影するのめっちゃ楽しみね。でもこの感覚的にこうパッとボタンの数とかはねそんなに多くないんですけど、今までカメラ触ってるんで直感的に触れるので非常に操作性いいですね。ちょっとねここでタッチパネルをよいしょ。素晴らしい。ほらこの感じで撮ったら私入っていくか。いいね。そこでちょっと並んで。OK、グレイ。というわけでですね、戻ってまいりまして、先ほどねマルシェ行って撮影してきたんですけども、撮影がねこんな形です。妻をね軽く撮ってまいりまして、はい、感想としてはね撮って出しで本当に綺麗な写真がめちゃめちゃ撮れるなと思いましたし、あとはやっぱりこの1億画素の威力っていうのを初めて体験したけど、やっぱすごいね。はい、本当にねすごいと思った。こんなにもカメラとレンズが違うだけで写真の質って変わるんだなって改めて驚かされましたね。はい、で写真しか確かに撮れないんだけど、本当に写真一枚一枚のその質感というか質が全然違うなって思っています。はい、もちろんね写真撮る技術もあると思うんだけど、やっぱりカメラで写真ってやっぱ変わるわ。はい思いましたね。いろんなね表現があると思うし、いろんな意見があると思うんですけども、僕はこの色に関しては本当に感動してるし、取って出しでこんなにも色再現性がもう抜群に高いですし、もう本当に世界最高峰のカメラだなって思いました。本当に AF はねそこまでだって言われてたんですけども、確かにソニーと比べるといまいちかもしれないんですけども、そもそも中盤なんで、そのあたりもですね加味すると十分かなと思いますし、一応ねタッチとかも全然いけるんですよ。タッチフォーカスとかもいけるんで、
そう考えるとタッチのフォーカスもそこまで悪くなかったですし、中盤カメラでこれだけオートフォーカスが効けばまあいいのかなと思いますね。今までねもう使ってたカメラってやっぱりオートフォーカスの性能良かったと思うんですけども、やっぱりその分無駄打ちが多いっていうか、どうしてもなんかその記録的に撮影を撮っちゃうんですよね。だから写真を撮ってもその後見返すってことはねあんまりしないんですけど、なんかこのカメラは一枚一枚をね大切に撮るんですよ。理由はやっぱり1枚の容量が大きいので、多分1枚200メガぐらいなのかな。とにかくね1枚の容量がでかいんで、後からのそのデータ量とかを考えるとそうそうねやっぱり連写はできないんですよね。そう考えるとやっぱり一枚一枚を大切に撮影する。でやっぱりこの撮影体験としてすごくねなんだろうな、写真撮ってるなっていう気持ちになりますね。写真一枚、昔のねそのフィルムカメラの感覚に近いというか、そんなバシバシ撮らないし、一枚一枚をですね大切にする、その記憶に残る写真をね撮る感覚に近いかなと思います。32とかあるんですよ。 F32 っていう絞りがあったりとか、わけわかんないぐらいまで絞れるんですよねであとはカメラ自体も確か最大8000とかシャッタースピードが変えられるんだったっけ。もちろんもう見る人が見たらハッセルブラッドだしねっていうのはあると思うんですけども、やっぱり圧倒的にボディデザインがかっこいいし、所有感としてはもう抜群だと思います。でデメリットの部分で、正直言うとやっぱりねでかいよね。ボディ自体は以前のモデルよりもちょっと軽くなってると。でレンズも以前のモデルよりも軽くはなってるんですけども、合計で多分これ 1.6 キロとかあるのかな。そう合計で約 1.6 キロとかあるんですよ。中盤カメラなんでね、そのあたりはねしょうがないかなとは思うんですけども、やはり本当にしっかりしたカメラなので、丸一日これカメラ1台だったらいいと思うんですけども、どうしてもそのカメラ機材なんで、リュックとか他のもの持ってたりすると、なかなか撮影する時には気合はいるなと思いました。それと比べるとやっぱりね 907X っていうのはボディもちっちゃいんで、そのあたりはね非常に魅力的だなとは思うんですけども、やっぱりねカメラ自体というよりもやっぱりこのレンズがねかなりしっかりしてるなと思います。今度ねまたしっかり紹介するんですけども、絞りもね最大いくつまであったっけこれ。どうしてもねやっぱり全然安い買い物じゃないし、カメラの中でももう最高峰にいいカメラなんだけども、やっぱりそれなりの最高峰にいい値段はついてます。冒頭でも言ったと思うんですけども、カメラ業界でいうと僕はロレックスであったりポルシェぐらいの存在だとは思っているので、それだけのこだわりであったり性能感動はあると思うんですけども、そこにはですね扱う側の覚悟はいるかなと思います。今回はですね作例ちょっと少なめで、僕のハッセルブラッドの説明とか僕のハッセルブラッドのイメージであったり機能の説明が多くなっちゃったんですけども、次回ですね、日本に帰ってからになるんですけども作例をねたくさん撮ってくるので、作例を交えてこちらのハッセルブラッドのカメラとレンズをご紹介していきたいと思います。はい、ぜひですね次の動画も楽しみにしていてください。ぜひですね写真好きアウトドア好きの方チャンネル登録のほどよろしくお願いいたします。今回の旅行もですねしっかり、YouTube に残していますので、そちらの様子もですね気になる方はぜひチャンネル登録よろしくお願いいたします。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。ビートナイトでした。ボーイ。